これうんこしっこですよ。このぶっちゃけね、粉を巻くだけで環境が要するに太古の昔のその循環してる自然に戻るっていうことを信じられない。確かに初めはね。初めはね。でね、これをね、そう巻くとですね、その場にいる微生物がこう元気になっちゃう、蘇ってくるね。このバクチャ自体には微生物ちゃんは入ってないんですけど、その場の微生物を活性化させる起爆剤ですね。地球の自浄作用、こう地球をきれいにしてくれてるのが微生物ちゃんたちで、その微生物ちゃんたちを、殺すようなことまでしてるんですね。なるほど。農薬撒いたり化学肥料撒いたり化学的なね、こう薬剤なんかを流しちゃったりして、こう地球全体でね、こう微生物ちゃんたちがうーってこう、弱っていっちゃってて、この皆さんどうもこんにちは、ヨンソです。なんと本日はですね、岡山県津山市にあります RBC コンサルタントさんへやってきました。イエーイ。はい、ということで杉山光太君を今日はねぜひご紹介したいということで瑛太君と、ねにナビゲートをしていただいて、今日会社の方にお邪魔して、僕もバクチャーのことはねもう前々から知ってて聞いてたんですけど、はっきり言ってもう今日は度肝を抜かれました。度肝抜かれますね。まあまあ皆さんビビります。バクチャーやばいです。やばいっす。やばいっていうのを表現するのがもう言葉がないぐらいやばいです。これはもうね地球変えます。地球変えますね。ぐらい大げさではなくてね、実際にそれぐらいの可能性のある、可能性じゃないな、もう実証されてるんでリアルなことなんですよね。で僕らがあまりにもメディアとかね情報によってわからないことが多すぎて、もうそろそろこのコロナがあったりしてね、今こう昨今食糧危機とかね、僕ら飲み水大丈夫なのかとかいろんなこと言われてますけど、それをもう解決する手段がすでにあるんですよ、人類には。それを皆さんが知って使っていくと、この世界本当にすぐ一瞬に変わるんではないかなということを今日思ってますんで、早速ねコータの方から火山の土が資源量で、バクチャーでバックトゥーザネイチャーですね、自然に戻そう、自然に帰ろうっていう言葉をギュッと短くしたのがバクチャーなんですけど、僕のお父さんが32年前ぐらいに作ったんですけど、その場の微生物をこれが活性化させます。このバクチャー自体には微生物は一切入ってないんです。その場の微生物を活性化させるっていうのがポイントで、なんでその場の生態系を崩さない、そこにこう培養した人間の都合で培養した微生物ちゃんたちをその場に入れるんじゃなくて、もともとそこにいる子たちに元気になってもらって、再生蘇らせるっていうのがこのバクチャーの仕組みです。普通に生き物、こっちも全部匂ってもらったらいいですけど、生き物を飼ってたら魚独特な匂い。すごい匂いがするんですけど、全然匂いがしない。飼育係とかしたことがあると、全然匂えへん。匂いなし。釣り行っても海。これをちょっと飲んでもらうと、 5年前の水。YouTuber 的に。2015年の5月22日から変えてないお水だそうですよ。怖いですね。実は5年変えてます。でももう無臭、完全に無臭ですね。じゃあちょっと取りいただいてみます。ワインみたいな。ああ、美味しいね。なんていうのかな、絡んでくるね、中に。なんかいつも飲んでる水がカラッカラ、なんていうかな、軽い水だとするのであれば、しっかりなんか濃度がある感じがするお水なんで、すごいよね。冷静に考えたらこの5年も変えてない水を飲むって皆さんね、水槽ですよ。考えられないですよね。魚入ってるも魚入ってるも。いやすごいわこれは。そのままついでにね、これ匂ってこれ匂って匂いないね。これこう見せてもらって、うん、これ綺麗な水でしょ。これヨンさんちょっと飲む。あ、なんか味が違う。違うでしょ。何これ。これ人間のうんこしっこです。これうんこしっこですよ。ど
これマジで水よ普通の。これすごい透明でしょ。おおガンガン飲む。しかも2017年1月5日って書いてます。 3年書いてない。 3年書いてる。嘘臭くないでしょ。分量って最初これ向こう側も見えないぐらいあれなんですよ。怖っ。怖っ。で味わかります？もう全然違うなんか違う、全然違う。これこっちは、今ちょっと魚がいないんだけど、魚ちゃんが出したうんこしっこを分解してミネラルになっていくから、ねミネラルの量が少ないんです、こっちもともとうんこしっこだから、人間の。人間の、だからミネラルの量が尋常じゃないんですよ。だからあれですす重いっていうかそうそう傾むというかで男はねバカだから子供の時多分土食ったことあるんですけど、はいはいはい土の味がするんですよ、はいはいはい。でもわかります。ちょっとね、苔のある、なんか清流のとこの苔のあるところの水をぶわって飲んだイメージのところでもあります。土の匂いっていうかそう農業の担当の人ってバイヤーさんって何見るかって野菜は見ないんですよ。一番最初に何見るって土見るんですよ。で土を食べてミネラルを感じるんですよ。でその後何を見るって人を見るんですよ。どんな人が育ててる。で最後にお野菜を見るんですよ。すごいね。考えれないねこれは全然臭くないよ。はい臭くない普通のだから下水道そう普通のここのうんこしっことか、キッチンで洗った洗剤とか全部流れてくる。ほとんどお魚ないもう開けたらブワーくるもんね。いや開ける前からもうちょっと匂ってるぐらい開けると本気で大人に怒られる。ねまあここはずっと開いてる。すげえなあっちと全然感覚違うでしょ。違いますね。こう緑だけどこっちはちょっとね、うん大丈夫かなと思うぐらい感覚開いてるよ広いね。ねでこれ面白いんですけど、うん全部手植えなんですけど1本で植えてるんですよこれ。へえ。もうこんだけ分結してるんですよ。もう1本からこんだけ増えてる。一本から。そうだってもう向こうより分結してるでしょ。おほんまや。じゃあどんどん増えるからわざと感覚そうそうすげえ嘘こんなに増えるのだと稲って分結していくんですよどんどん。で収量が決まるんですよ。その分結を多くさせたらそれだけ多くできるっていう。へえ。最終的にあんな感じにバーってなっていくわけ。あもうこっちの方が分結してるからもう分結してるもっともっと分結する。へえ。雑草があるとなんでイチゴは生えないという理屈なの？なんかやっぱ虫が湧いてくるってこと？害虫が。栄養が取られるってみんな思うし、うん雑草の方に。でもそんなことはないんです。みんなで栄養を作り合ってる。でその雑草の根にいろんな微生物ちゃんが、これがね無限ピーマンが出来上がる。無限ピー無限ピーマンです。もうねこれ50株ぐらいしかないですけど、もう収穫めちゃくちゃ大変ですからね。現にピーマンがない。無限もガンガンになるんですよ。でこれ僕の幼なじみが去年ピーマンしてくれたんですよ。バクチャ入れて。で家庭菜園初めてでピーマンやったらすごいなって、でなりすぎて自分の家で全然処理できないからうちに持ってきてたの、家族が多い。で今年ちょっと地元のスーパーと話して入れてくれるって言ってたから無農薬のもオーガニックの入れていこうと思って、でちょっとピーマンやりたいからどうやったか教えてやって言ったら、僕ら農業知らないんでねバクチャー知ってるけど、でそしたらもうやめとけって言うから「なんで?」って言ったら「いやもうなりすぎるから」って言うから「めちゃええやないか」って言うんですよ。でもうこれだけ入れるって言ったら本当に反対してる。収穫の方が大変だよって。鶏小屋も全然匂わないね。臭くないで全く匂いませんね。普通鶏小屋があったらもうあの辺から匂ってます。うわー、匂いが全くないね、これね。これ本当に出来たてです。うんだうわ、生粉。あ全然臭くないついてるこれ。本当の生粉。多分あったかいでうわ全然したばっかりです。すごい匂いません、全く。あったかいよ顔近づけたらあったかかったうわー、全然匂わない。すごいね。鶏のうんこ今度ぜひどっか行って匂ってもらいたいんです。うんことしっこ一緒にするんですよ鶏って。なんかアンモニアの匂いがすごいんですよ。穏やか。全然穏やか。こんなの本当に捕まえない。養鶏場。逃げますよね。暴れます。手乗り文鳥。すごいね。
なんでこんな穏やかな。おこれはもう食べ物だからそういうの。いや食べ物をね普通の市販の鶏の餌あげてるんです。お水だけです。お水だけ。だから食べ物の方も発酵の方であげるともっと臭く。体見たよ。水だけでこれですか？そうです。全然臭くない。すごい。うわー、すごいよ。豚ちゃんが食べる色に全然臭くない。ほら、すごい。全く匂いません、ここ。豚ちゃん。うわー、すごい。豚ちゃんいるとこって本当めちゃくちゃ臭いんですよ。そうそう、そうね普通イメージがもう完全に臭いよね。これバクチャーのお水飲ませてるんですよ。だから腸内のさっきの結局水槽のを飲んだのと一緒の状態。それを飲んでるのね。そうするとうんちが臭くなくなってきますで腸内が意識を司ってるんで、こっちが調和するともう本当に穏やかなんですよブーちゃん。穏やかね。かわいい。臭くない。臭くない。臭くない。尻尾プルプルしてるね。可愛い。普通逃げたりさなんか怯える。ちょっと警戒されてる。うんちえ、強運まだ濡れてる強運なんですこれ匂ってもらう。全然匂わない。本当だ。やべえ。わ、ほんまや、全ただの然匂いません、これ。土こんなもんよりも匂いしない。へこんなもん。これが普通はまあ手に持てないですけどね。もうってなるなるなる。でこんなもんで、これがここに土に落ちるからなるほどそこで分解される。かなり分解されてる分解。これ人間でも起こりますからね。畜産しようと思うとそういうのが匂いもねなるし、公害みたいな感じになってしまうんで手出せないもんね、普通素人は。近所から結構言われたりする。ね場所探しが大変って言いえ、ますもんね。そうそうそう。養殖場なんですよ。でこれ七重さん見ると格子戸が1センチもないんですよ。足が見えてないんです。だからこういうふうにうなぎが泳いでるのが見えるっていうこと自体がもう違うんですよ。でこれ1日 40% 水を入れ替えしてるんです。入れ替えしててもこれなんですよ。でうちどうやってるかってこれ全部循環してるんですよ。だから水入れ替えしてないんです。入れ替えしてなくこれ入れ替えしててもこの汚さ、入れ替えしてなくてもこの綺麗さなんですよ。で普通この養殖場に行くともう臭くてやばいです。ここ全然入れると思う。水の匂いはするけど、でもいやあれなんですよ。養殖は結局バランスを取るんじゃなくてギリギリを攻めるんですよ。養殖と飼育は全然違うから、飼育は長く生きてもらって干渉するんですよ。だから綺麗で、養殖は出荷したいから餌をギリギリまで、要はさっきの分解能力の100の99を目指すんですよ。だからなるべく食べさす。だからその分餌が残るのもあるし、うんこが要は負荷がすごいんですよ。でこれ例えば3日餌やらなかったらもうこの匂いも全部なくなるんですよ。攻めててもこれだけで、攻めてないとこうバランスが崩れてるとこで、これをこうねこう触ってもらって手で匂ってもらったら、普通のこういう養鰻状のうなぎを触ってあれすると石鹸で手洗ってももう匂い取れないんですよ。匂わないです。海とか川の魚でも手ついたら臭いじゃん。ねなのにえ。なのに。バッチャーのうなぎは触ってもヌルヌルしないの。ヌルヌルって言っても普通のなんかなんていうの汚いヌルヌルの感じじゃなくて生命体そうそうそう。あれ保護するのに自分の体を保護するのにいっぱい出すんです。だから汚いところだといっぱい出す。綺麗なところだと少ないんです。だから手に残んないんですよ、このヌルヌルが。全然臭くない。いいかね。で匂いはもう水が臭いから。いい意味でうなぎの匂いすもっと多分ね、うわーっていう生臭いのがね。るでしょうね、魚だと。はじめまして。はいどうもどうも改めてね、バクチャーの杉山浩太です。今36歳で子供が7人。 7人目生まれました。生まれたばかりですね。こっち6人。6人ですよ。 6、7。サッカーチーム作って控え選手も作れるぐらいね。作れますもう子供がいるからね。子だくさんでございます。兄弟も7人。
7人、はい兄弟6人。はい、もうすごいね。バクチャーっていうね、バックトゥーザネイチャー、こう、自然を蘇らせる、その場の微生物ちゃんたちをこう蘇らせるこう素材を、私の父がこう32年前にこう開発して、それを今はこう世界中にね、こう環境が今ね、本当に父が開発した時よりもさらにやばくなっていっちゃってるっていう状態なんで、地球ってね、自分の家なんですけど、地球がなくなったらみんな死んじゃうっていうのは、それはわかるんですけど、環境問題ってなったら、急にみんなもうでかすぎるって勝手に思ってて、自分ごとなのに地球って自分ごとじゃないですか、なのに環境問題でかすぎるからってセパレートしちゃうんで、ね、分かれちゃうんだけど、でも実際自分のことだし、でもその環境問題が実は自分がこうやることで解決できる、しかもその解決できるね、こうツールがあるってなるとみんな一気にあれっていけんじゃんってなるよね。そうやれることあるんだっていう、しかも超簡単な方法であるんだっていうのがこう分かるね、このバクチャーを今日ね、山本さんもやっと見てもらえてね、もう感動しました、本当に。でそれをこう世界中にね伝えていってもう7年ぐらい回ってたんですけどね、本当にヨンスさん、七重さんなんかね、もうすごい早くから会ってて、でねこうバクチャーがこうなんかバクチャーバクチャーってみんな言ってくれ始めて、はい、そういう広める活動をずっとしてる。行かれたやつです。いやーそうなんですよ。もう世の中を変える人っていうのはもう最初はもうみんな行かれた人っていうふうにね大体言われて、もうここにも行かれた人がいるんでねね、まあ僕も似たようなもんなんですけども、行かれてるね。そうだから僕らの固定概念で世の中の人ってね、簡単に変えられないと思っちゃってるのよ。なんか難しい機械とか、なんかすごい技術を開発しないとこの世の中のもう汚染された環境とかを変えられないっていうふうに思わされちゃってる可能性がある。そうですね。でこれね、バクチャー実際これね、これもバラマクチャーっていう今ねこう活動してるんですけども、2300、400円ぐらいになってます。このぶっちゃけね、粉を巻くだけで環境が太古の昔のその循環してる自然に戻るっていうことを信じられないんですよ。確かに初めはね。初めはね。もっと言うなら信じてもらっちゃ困る人がいるかもしれないですよ。僕らの固定概念ってこれでじゃあ本当にそうなるのと疑いを持ちたくなってしまうんですよ。そんな方たちにね、ちょっとねコータの方からじゃあなんでそもそもこのね黒い粉を巻くだけで戻っちゃうのっていうところをぜひね皆さんにお伝えしていただきたいんですけども、そうですね。これバクチャーって言って、まあ名前の由来自体がもうバックトゥーザネイチャー、こう自然に帰ろう、それをこうギュッと短くしてバクチャーなんで、これをねそう巻くとですね、その場にいる微生物がこう元気になっちゃう、蘇ってくる、ね、このバクチャー自体には微生物ちゃんは入ってないんですけど、その場の微生物を活性化させる起爆剤ですね。で沖縄にはね、沖縄のことをよく知ってる微生物ちゃんたちがいて、北海道には北海道のことをよく知ってる微生物ちゃんたちがいて、もうラオス、ロシア、オーストラリア全部こう違うわけですよ。でその場の微生物ちゃんたち、要は地球をね、本当にきれいにしてくれてるっていうのは微生物ちゃんたちなんですよ。僕らが暮らしてね、今地球かなりやばい状態っていうのはみんな多分ね、共通の認識として持ってるんでね。でも普通に考えたら太古の地球とかってもう本当に美しくて、生命が溢れてて、本当にもう楽園だったわけです。もう地球全体がジャングルみたいなね。そうですよ、そういうことです。もう緑と水ともうあらゆる生態系のね、オンパレードで、でみんなが調和して生きてたわけですけど、それをね崩しちゃったのは誰かっていうとこれ人間なんですよ。もう唯一ね自然界の摂理をね破っちゃうのは唯一人間なんですけどね。でこのバクチャーがね地球の自浄作用、こう地球をきれいにしてくれてるのが微生物ちゃんたちで、まあ分かりやすく言うとですね、地球はね毎日100きれいにできるっていうキャパシティがねあるとしたら、例えば99毎日毎日汚してもずっときれいなままなんですよ。全部分解してくれるからね。で循環させてくれるんですよ。
でもこれがね人間がこう産業革命以降ですね、急に汚す量をね増やしていって、100しか分解できないのにこう110120150200300400500ってなってきてるのが今。なるほどね。こう消化できる量決まってるんだけど食べ過ぎてしまうもんだから追いつかないみたいな。もう一緒です。この状態ね。全くその状態でどんどん地球がね汚れていっちゃってるし、でこのね自浄作用きれいにしてくれるのが100なんですけど、その100を担ってくれてるのは微生物ちゃんたちなのに、その微生物ちゃんたちを殺すようなことまでしてるんですね。なるほど。農薬撒いたり化学肥料撒いたり科学的なね薬剤なんかを流しちゃったりしてこう地球全体でねこう微生物ちゃんたちがうーってこう弱っていっちゃってて、この100がね80になり50になり30になりってなってるのが今なんです。掃除のおばちゃんたちがいっぱいいて頑張ってても追っつかないのにその掃除のおばちゃんたちをどんどんクビにしていくみたいなっていうことを人類がね今やってる。最悪の状態になっちゃってるわけ最悪負の連鎖がね連鎖が起きてるってことなんですよね。そうなんです。で人間ってね面白いその負の連鎖の最中にいる時ってその状態分かんないんですよね。そうね。でそれが本当に今現実で、でみんなだから環境問題に対してすごい意識があるし地球がやばいって思ってるのは、まあ要は見て見ないふりをしてるんですよね。現実そうだっていう認識はあるけど、かといって環境問題ちょっとでかすぎるし、まあなんとかなんじゃねみたいな、まあ見ないようにしようってしてるのが今ね人間なんですけど、その微生物ちゃんたちねこう自浄作用になってくれてる子たちをこのバクチャーね巻くことによってそこふわーっと元気になるわけですよ。で地球ってね全部こう循環してるんで、バクチャーってね川にね川とか海とかこう自然に巻くようにこううちの父がねこう作ったんですけど、まあ例えばもう自然で循環して必ず水って動いてるじゃないですか。その川から海へ海からまた山へ山から川へっていう循環をで水の星なんですよね、ここはね。でその水が必ず巡り巡ってるんですけど、そのお水を汚すようなことを今人類はやってるんですよね。で上流で例えば、まあ、農薬撒いて化学肥料撒いて牛ちゃんをね、全部殺して人間の都合でね、で草が生えないような薬を撒いてる、そしたらね農薬撒くとこう害虫って言われてるね、虫ちゃんたちが死ぬわけですよ。で虫が死ぬんですよ。こう想像してみてください。虫の大きさでみんな全滅しちゃうのに、それよりもっともっとちっちゃな微生物ちゃんたちどうなるかってもう皆殺しですよ。その皆殺しするようなお水をそのまま田んぼから川に流しちゃうわけでしょ。そしたら川の微生物ちゃんたちもどんどん死んでいく。で川の微生物ちゃん死ぬと海の微生物ちゃんが死んでいく、山の微生物ちゃんが死んでいく。で自分のところに帰ってきたお水はこうさらに汚れてる水が帰ってきちゃうんですよ。生命が生きられないような水が帰ってくるんですよ。でそれが循環していてどんどん負のサイクルでこう極まっていってるんですね。なるほどね。だからまあだから毒をばらまいてそれに対処する療法として薬っていうのを開発してそれを治していくっていう風な感じなんか変な循環になっちゃってますよね。そう水道水全部塩素いっぱいでね消毒してとかでそれがまた発がん性物質があるとかいろいろなってまたそれをとかビジネスにはなってるかもしれないけど常に汚れてるそうよね。なんとかだからそもそもそういう人間の知恵とか技術がなければこの地球は持たないのであればこんな何十億も地球がね存続できるわけがないわけじゃないですか。ね、要するに自己治癒力というか自己免疫力的なものが地球にあるんだけども、なんとそこに住んでる人間というなんか悪玉菌なんですかね僕らはなんと生活してるだけでこう悪玉菌になってしまうという、ね、現代はある意味そうですよね。そうでそれを一生懸命今地球が何とかしようとしてるところが、そろそろちょっとやばいんじゃないかなと。そうですね。なんでまあ今必死にね頑張ってる人たちがいるんですけれども、いかんせんねこういった情報ってメディアとかね、一般のところではなかなか表に出てこないんで、こういういい活動であればあるほどなんか潰されるというか表に出てこないというかね、ありますね。なんかこれで金儲けできんかなとかね、こういう発想になってしまうわけなんですよ。だからやっぱこういうことやれる人ってやっぱ志があって何のためにこれをやるかなんですよね。っていうとね、これコータはなぜこれをね、僕から見たらビジネスやってるんだけどそんなビジネスよりも志事でやってるように僕からしたら見えるんですけども、何のためにこれバクチャーやってるんでしょうね。そうですね。だからそのこれをね
まあこれね言っちゃうと、本当に父が開発、父ってね研究者でも科学者でも何でもないんですよ、でこれたまたまできちゃったんですね、でたまたまできて、じゃあ本当に微生物ちゃんがこううわーっと活性化するとかっていうデータは全部取れてるんですけど、じゃあなんで活性化すんのってとこは分かってない。なるほど。全然分かってない、はい、もう活性化はしとるとそうですデータ